こんにちは。今回は名湯100選にも選ばれた温泉郷に向かいます。この温泉郷には歴史のある宿がいくつかありますが、現在は廃業や休業している宿があり、廃墟化している宿もあります。すぐ近くには北海道三大温泉の登別温泉があり、この温泉郷は影に隠れている印象があります。この温泉郷のあるところは北海道登別市で、温泉郷の名前は登別カルルス温泉です。地図を見てわかる通り、カルルス温泉は規模の小さな温泉郷です。以前は6軒あった旅館も現在は3軒しかなく、廃業した旅館は廃墟になっているところもあります。さあ、カルルス温泉へ向かいましょう。登別カルルス温泉に到着です。カルルス温泉に入ってすぐ旅館が見えますが、この旅館は廃業し廃墟になっています。この旅館は亀屋カルルス温泉湯の宿アウレという旅館でした。亀屋カルルス温泉湯の宿アウレは1886年明治19年に開湯した旅館で、北海道で初の国民保養温泉に指定された歴史ある湯治温泉です。そんな由緒のある旅館亀屋カルルス温泉湯の宿アウレはバブル崩壊の経営不振などで3度名前が変わっています。最初は亀屋カルルス館、その後は慰安登別館に名前が変わり、そして亀屋カルルス温泉湯の宿アウレに名前が変わりましたが、経営を立て直すことができず倒産し閉館しました。その後2008年に競売にかけられましたが、買い手がつかず10年以上そのまま廃墟になっています。現在は窓ガラスは割れていて、正面入り口は開きっぱなしになり、誰でも侵入できる状態です。10年以上放置された旅館なので、あちこち傷んでいるようです。屋根や外壁に破損が見られます。旅館の裏側には倒壊した通路が見えます。おそらくこのドアの奥は大浴場で、ここには露天風呂に通じる通路があったのでしょう。温泉郷の入り口を入って最初に目にするのが荒れ果てた旅館というのはどうなのでしょう。観光でここに泊まりに来る方にしたら決して良い気はしないと思います。この温泉郷の関係者の方も頭を悩ませていると思います。この旅館は倒産という形で今に至るので、解体するのに問題があるのでしょう。早く解体されることを願います。入り口を入っていきなり廃墟が現れましたが、温泉郷の中には由緒ある旅館や休業したホテルもあるので探索してみましょう。亀屋カルルス温泉湯の宿アウレから少し進むと、現役の老舗旅館湯本オロフレ荘があります。湯本オロフレ荘は1899年明治32年の開湯以来113年名湯を元祖より代々守ってきた登別カルルス温泉で唯一の自家源泉を持つ旅館で、この温泉郷の中で人気の旅館です。オロフレ荘から少し進むと鈴木旅館が見えてきます。ここもまた1899年明治32年から続く由緒ある旅館です。カルルス温泉は1886年明治19年に
室蘭郡役所の書記を務めていた日野愛樹が屯田兵入植地として登別川上流の調査をしていた際に発見されました。その時はこの温泉を開発するまでは至りませんでしたが、その3年後、彼の養子であった日野久吉が再びこの温泉に赴き、温泉の湯を飲んでみたところ、持病のイカタルが治ったことから興味を持ち、温泉の開発を始めました。そしてついに1899年、明治32年、役所であった市田重太郎氏と共同で幌別からカルルス温泉までの道路を開設し、旅館1軒、浴場1棟を建ててカルルス温泉を開業しました。カルルスという名前を聞くとアイヌ語が由来と思う方が多いと思いますが、実はカルルスという名前は旧オーストリア帝国にあるカルルスバードという温泉が似た泉質であったことからカルルス温泉と名付けられました。カルルス温泉は規模の小さな静かな温泉郷です。温泉街と呼べるところはなく、自然を楽しめる庭園があるくらいです。すぐ近くにある登別温泉は北海道三大温泉と呼ばれるくらい有名な温泉郷ですが、カルルス温泉は登別温泉の近くにあるにもかかわらず、今でも規模の小さな温泉郷のままです。場所が悪いと言われればそれまでですが、実は他にも理由があります。カルルス温泉は付近一帯を含めた土地の 99% を一人の地主が所有していて、地主から土地を借りて旅館を営んでいます。その地主は昔からある旅館を守るために大手企業の進出を拒み続けてきたそうです。考え方は人それぞれですが、昔からある老舗旅館で廃業や休業しているところがあるので、大手企業の進出を受け入れていれば観光客が増加し、温泉郷全体が活気にあふれてもっとにぎわっていたかもしれません。話をしているうちに老舗ホテル美山の庵岩井に到着しました。美山の庵岩井はカルルス温泉で一番大きなホテルです。このホテルは2021年2月より休館中で、再開日は未定です。休業理由は長引く新型コロナウイルスの感染拡大状況に関わる諸般の理由とのことです。コロナ禍も落ち着いて営業できそうですが、まだ営業していないところを見ると諸般の理由があるのですね。この温泉郷で一番大きなホテルなので早く再開されることを願います。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。